ハルト、ママね。おばあちゃんどこ悪いんだ？心筋梗塞で。でも知ってるんですか、ユーマさんのおばあちゃんのこと。え？帰ろう。ばあちゃんが倒れた。ごめん。他に誰に相談していいか分かんなくて。タモは何回電話しても出ないし。おばあちゃんどこ悪いんだ？心筋梗塞で。いつ意識が戻るか分かんないって言われて。今はとにかく元気になるって信じておばあちゃんにいっぱい話しかけてやれ。そうすれば意識取り戻す可能性高いって言うし。そうだな。タモには俺が連絡しとくから。おはようございます。おはよう。なんかすごいよく眠れた。私も。何ですか？なんかこうしてるのが信じられないなと思って。ちょっとごめん。どうしたんですか？正和から LINE でユーマのおばあちゃんが倒れたみたい。こんなに来てる。あ、ごめん、ユーマに返信だけしとく。どうしたの？長野に帰ります。本当はもう着いてる時間だから父も心配してるだろうし。でもこのまま別れるのは嫌だよ無理言わないでください。実家に帰って父の介護をするって決めたんだから。俺。じゃあ俺も長野に行こうかな。何言ってるんですか。タモさん会社辞められますか？このマンションだって買ったばっかりなんでしょ。それに何より一人の自由気ままな生活捨てられますか？無理ですよね。だったら昨日のことは一生の思い出にしませんか？ばあちゃん、お願いだから早く元気になって。まだ孫のじゃなくてひ孫の顔見せてないんだからさ、俺。私一人暮らししたいって言ってたけどやめることにした。なんで？今まで同じ女としてお母さんの生き方軽蔑してたし、お父さんみたいな男とは死んでも付き合いたくなかったし、お兄ちゃんに至っては早く死んでくれないかって思ってたけど。なんかケチョンケチョンだな、みんな。でも3人とも私の家族だっていう事実からは
逃げることはできないから。これからは自分ができることを精一杯みんなにしてあげようと思う。だからみんなも私の生き方を応援してくれると嬉しいです。以上。お前変わったな。正和って男のせいか。あの人とは一体どういう関係なの？ただの友達。嘘つけ。正直もう忘れようって決めてもやっぱり忘れられないってことが起きて。で今は？やっぱり忘れられない。お願いだから別れるなんて言わないでよ。悪いな、トイレへ行くたんびに。いちいち謝らなくていいから。そうだ、昨日お母さんの夢を見たんだ。俺が若い時思い切って好きって告白した時の夢でさ。何？のろけ？しおりはいないのか、そういう人。いないよ、そんなの。本当か？しつこい。お母さんって冷たいよね。私の夢には全然出てこないんだから。もしもし。しおりさん元気ですか？ええ。どうしたんですか？よかったら今からリモートで話しませんか？エリカさんと3人で。ああ、どうも。しおりさん元気ですか？長野は寒いんですか？やっぱり。ええ。あれ？ナミさんそこ？ナミさん一人暮らし始めたんですって。もしかしてご両親と喧嘩したとか？それもあるけど、もっと大人にならなきゃダメだなと思って。そうなんだ。お二人ともこの前はすいませんでした。え、何が？私たちの共通点、友達がいないこととか言っちゃって。別にいいですよ。当たってたし。私は怒ってます。友達ここにいるし、ちゃんと。ってことは私たち友達なんですか？ついお二人が問題なければ。に？ダメですか、しおりさん。そうじゃなくて、なんかちょっと今うるっときちゃって。やっぱり大変なの、お父さんの介護。それもあるけど、30前の女が東京から戻ってきたらめんどくさいことが多くて、近所じゃ男に捨てられたんじゃないかって噂になってるし、久しぶりに同級生に会ったらまだ独身なの、早く子供作ったらって上から目線で言われるし、それに、すいません、一人で愚痴っちゃって。いいんじゃないですか、友達なんだから。そうよ。あれからタモさんとは？いろいろあったけど、もう連絡しないよう頼みました。私もそうしようかな。正和さんと何かあったんですか？また一刻も早く忘れたいモードに入ってしまって。どういうことですか？ナミさんはどうなの？ユーマさんと。全然会ってません。向こうは相談所で紹介してもらった相手とラブラブみたいだし。でも知ってるんですか？ゆうまさんのおばあちゃんのこと。え？
なんでここ？いいでしょどうでも。それよりなんで知らせてくれなかったのよ。だって関係ないだろもう。何その言い方。人がせっかく心配してきたのに。そんなことしなくても大丈夫だからこっちは。ああそう。じゃあ相談所で紹介してもらった人と仲良くやってれば。それなら別れたからこの前。え、なんで？でもまだ彼女のことが忘れられないんです。そっちこそこんなところにいる場合じゃないだろ。親の勧めた相手と結婚するんだし。それなら断ったからこの前。なんで？どうしても彼のことが頭から離れないんです。私は大人になるって決めたの。家出て一人暮らしして、これからは幸せよりもウェルビーイングでいることが目標で。何がウェルビーイングだよ。大学の頃独立するとか言って結局すぐ寂しくなって家に戻ったくせに。うるさいわね。そっちこそメソメソしててもおばあちゃんが喜ばないし、元気だけが取り柄の自分に戻ったら。うるせえな。言われなくても分かってるよそれぐらい。すいません。静かにしていただけますか？すいません。もういいから帰れよ。言われなくてもそうするわよ。わかりました。お母さんはうちで預かります。じゃあ今後一切連絡するなよ。愛もないけど友情もない男だったのかよ。なんだよどいつもこいつも。今度は誰だよ。ごめん正和、ちょっと話せる？無理だよ、連ドラの最終回の締め切り迫ってるから。そう。おじさん今忙しいって春人。は？どうしたんだよ。なんかいろいろあったみたいなんだけど、いくら聞いてもはっきり言わないから困ってたら、この子が正和に会いたいって言い出して。で何があったんだよ。なんか聞きたいことあるんじゃないの春人。なんでみんなクラスの友達をいじめるの？なんでばあばやパパはママの悪口ばっかり言うの？なんでママは僕を捨てたの？ハルト、前にも言ったけど人間ってのは弱い生き物なんだ。辛いことや苦しいことがあると人のせいにしたり問題から目を背けて逃げたりする。僕はそんな人間になりたくない。子供の頃はそう思うけど大人になるとそうもいかない。ハルトだってきっとこの辺りが嫌な気持ちになって人を責めたり暴れたくなることだってある。ちょっともっとこう励ますようなこと言ってよ。それはお前の仕事だろ。春人、ママね。ごめん。いいこと言ってあげる自信全然ない。昔春人から逃げ出したからさ。でもね、ママは子供の頃ピアノを弾いてたら辛いことがあってもくじけないでいられた。明日も頑張ろうって元気が出た。だからいつか春人もそういうものを見つけてほしい。弾いてやれよ。え？ハルトに聞かせてやれよ。
愛のピアノ。知ってるこの曲？昔ハルトがお腹にいた時いつも弾いてたの。どうしたの？ばあばが僕のことを探してるみたい。またいつでも連絡してね、ハルト。僕にも見つかるかな、ママのピアノみたいなもの。え？いいとこ全然ないし、僕。ハルト、言霊って知ってるか？願ってることを言葉にすると本当にそうなんだよ。だから言ってみろ。きっと僕の好きなものは見つかるって。僕の好きなものは見つかる。もっと大きな声で。きっと僕の好きなものは見つかる。僕の好きなものは見つかる。僕は強い。僕は強い。僕には勇気がある。僕には勇気がある。僕は人の悪口なんか言わない。僕は人の悪口なんか言わない。僕は一人じゃない。僕は一人じゃない。僕にはママがいる。僕にはママがいる。これでもう大丈夫だ。ママ？え？今度ピアノ教えて。うん。約束？約束。はアマリリスって言って私の好きな花なんです。一人暮らし始めたからうちにも飾ってるんですよ。そうだ、元気になったら今度遊びに来てくださいよ。本当言うとめちゃめちゃ不安なんです。夜中寝てても今私が死んだら誰も気づかないんじゃないかとか思ったりして、それに私の人生ついてないことばっかりで。電車に乗ったら必ず居眠りした人がもたれかかってくるし、新しい靴を履いた日は必ず雨が降るし、お見合いパーティーでも私が話してた男の人はみんな用があるとか言っていなくなって。あ、ごめんなさい、またつまんない話。優馬くんが聞いたら絶対倍速にしますよね。おばあちゃんは私には人をキラキラさせるパワーがあるって言ってくれたけど、本当にそんなことできるんでしょうか、私。ああ、もうすいません、愚痴ばっかり。また来ますね。あ、今の話は優馬くんには内緒ですよ。いらっしゃい。どうしたんですか？ちょっと
人と待ち合わせで。コーヒーください。はい。いらっしゃいませ。正和にここに来いって言われて。すぐ分かった、ここ。うん。突っ立ってないで座ったら。うん。高校の時一緒だった稲葉愛ってわかる？わかるわけないか。もうとっくに俺とお父さんのこと捨てて家出てたからな、そっちは。彼女がこの前息子にいろいろ質問されてたんだけど、それってそっくり俺がそっちに聞きたかったことだなと思って。何なのそれ。なんでお母さんは僕を捨てたの？中学の時あんたが出てった後も俺はずっと待ってた。お母さんは必ず帰ってくるって毎日信じてた。めげそうになったらどんな風に帰ってくるかいろいろ想像した。サクスごめんねって土下座するとか、男に捨てられて弟か妹連れてくるとか、いきなり俺の手握って一緒に行こうってどっかに連れてくとか。でもある日諦めた。あの人が俺の手を握ってくれることは二度とないんだって。ああ、そうなんだ、俺の母親はそういう人なんだって。だからもう二度と思い出すのやめようって決めた。愛なんか誰が信じるかって。でもお父さんは今でもまだあんたを待ってる。愛とは許すことだとかバカみたいなこと言って。だから俺ももうお母さんを許す。憎み続けてもこの前彼女に怒鳴られたみたいにいいことなんかなさそうだし。帰ろう。でもまたどっか行っちゃうかもしれないよ。だって私糸が切れたタコみたいなもんだから。そうなったら好きなとこに飛んでいけばいい。え？俺はまた待ってるから。俺
今までずっとお父さんみたいになりたくないって思ってたけど、今はお父さんみたいに愛を貫ける男になりたい。お父さんに負けないぐらい一人の人を愛し続けたい。自分と同じくらい恋愛が苦手な人たちが愛し合ったおかげで俺たちはここにいる。